くりと水分を飛ばしていってあげてください。どうもはじめまして、福島区にありますウオチャイナという中華料理店でシェフをしてます矢野です。で本日、ご紹介させていただくのはうちの看板メニューの、魚介類のミンチ、あとはタラの白子を入れた魚介の麻婆豆腐です。早速作っていきたいと思います。まず、食材の下準備からなんですけれども、まずはじめにじゃあ豆腐からカットしていきたいと思いますね。新木綿っていう、ソフト木綿とかとも呼ばれますですね。木綿と、絹ごしの間ぐらいの、食感、味わいのある豆腐ですね。まずこれを縦3の横5ぐらい、ちょっと大きめなサイズにカットしていきます。でカットし終わったら水に落としておいてください。くっついたりしないんで。で続きましてまず準備していくのが、タラの白子ですね。これ今何も処理してない状態なので、今からちょっと汚れやったりとか臭みみたいなものをちょっと取っていきたいかなと思います。これ一回水切っていただいて、ここに少し多めの塩ですね。でこれを優しくこうちょっともみ洗いすることによって、余分な臭み、あとは汚れ、そういうものが、取れてきます。一緒にこういった感じでちょっと汚い汚れがね、どうしても海鮮類っていうのは出てくるので、こういうのを取ってあげるとより美味しく料理作れるかなと思います。でここから水洗いしていきます。でこれ水洗いが終わったら、これまた全然全部くっついてる状態なんですよね。こうやって。なのでこの筋ですね、まず外していってあげるとすごく、やりやすいかなと。ハサミとかでやってあげたら一番簡単かもしれないですね。これがそのまま火が通ると食感が悪いんで、口の中に残ってしまうんで、切り終わったら、筋が取り終わったらだいたい一口の大きさにこうカットしていってあげる感じですかね。これもハサミ使ったら楽ですね。はい。で、次がメインの食材になるんですけれども、魚介のミンチを作っていきます。お店では6種類ぐらい、5、6種類以上は、魚介類を入れてるんですけれども、今日は、手前から、アサリです。で小柱でカンパチ、タコ、タイ、イサキ、カツオみたいな感じで準備してます。これをまず、包丁で叩いて今からミンチにしていきます。まず余分な血合いたり、皮がついてるんでね、皮だけを外していきます。そしたらちょっと細かく切ってミンチにしていきたいかなと。ここではある程度ざっくり
これを炒めていきます。まず鍋慣らしてもらって、まず最初に、分量外の油、鍋に引いてもらって、で、魚介のミンチをさっと、まずは香り出すために炒めていきます。魚介のミンチ入れます。で、ちょっと香りが立ってきて、こう色が少し変わってきたなってなったら調味料を入れていきます。甜麺醤です。分量に書いてある、甜麺醤とお醤油っていうのは、魚介類のミンチ 100g に対して、の分量です。醤油で、ここから、魚介類なんでね、ちょっと魚介の水分とかが出てきます。こういった感じで、これを甜麺醤と醤油と絡ませながらゆっくりと水分を飛ばしていってあげてください。ゆっくり炒めることによってこう魚介類のうまみですね、最初にしっかりと、香りで出すように、強火で炒めたので臭みも飛んでますし、うまみっていうのがこうぐっとこの魚介類の中に戻っていくようなイメージですかね。戻していくように煮詰めて戻していくっていうようなイメージですかね。で、これ一回ちょっと多めにね作っといていただいたら、冷蔵庫の中で、しっかり水分飛ばして炒めてあげれば、冷蔵庫の中で結構日持ちしますんで、何かといろんなものに使えるかなと。ちょっと変わったジャージャー麺作ってみたりとかいろいろできると思います。大体どのぐらい持ちますか？1週間は全然持つんで、まあその代わりこういった水分ですね、しっかり今こうほぼほぼなくなってるんで、しっかりなくしてあげれば1週間ぐらいは持つかなと。水分がなくなって、バチバチいうこう炒まってくる音がしてきたんで、まあ、あとちょっとで完成ですかね。そうするともう完全に水分のない状態ですね。これで、魚介類のミンチが完成です。これは別の入れ物にちょっと入れといてもらって、で今から本調理に、取り掛かっていくんですけども、まずはじめに、先ほど準備した食材ですね、白子でミンチでにんにく、生姜、豆板醤、まあネギ、カットネギとか等々ですね。あとは調味料系の醤油、塩、砂糖、まあ、油系、まあ、各自ご準備していただいて調理に移っていくんですけど、まずはじめにお湯を沸かしていただいて、で白子をさっとボイルして、で豆腐も、どうしてもこれ水分が入っているものなので、これをプリッとさせていくっていう工程に移るんですけど、ご家庭でやる場合鍋何個もないんで、鍋の中で茹でてとかってしてしまうと、まあ、面倒くさいんではないかと思うんで、こういったボウルの中にお湯を張ってしまって違う調理をしていくと、工程としては楽だと思います。まず最初にこうちょっと白子いきます。ちょっとお酒入れたお湯です。魚介類ってこう沸かすじゃないですか。沸かしたお湯の中に入れるんですけれども、沸かしっぱなしにしないことが大事で、ボコボコ沸いてるお湯の状態をずっと保つと海鮮ってグッて身が縮まって硬くなるんで、
沸いたところに入れたら火止めます。でここで火通すのが目的じゃないので、もうこれは一回取り出しておきます。つけてあった水切ってもらって、よく言われるのが、塩を入れた塩辛い、お湯で沸騰しないように、豆腐が踊ってるようにゆっくりボイルっていうんですかね、をしてもらうっていうのがよく言われるんですけど、工程はほぼ一緒です。で、塩を入れたお湯ですね。結構塩辛い状態でいいと思います。しっかりと塩味が効いてるお湯塩を入れるんだな。これは、塩分濃度がこっちのお湯の方が上がるので、浸透圧の関係で豆腐の中の水分が余分な水分がぐっと出て、で、塩の入ったお湯が中に入っていく。そうすることによって豆腐にも味が少し入りますし、あとは豆腐がプリッとします。沸いたお湯ですね。これこのままこうひたひたに浸かるまで入れてあげる。こうすることによって、鍋でポコポコやるのと同じ効果が出るんで、お家ではこっちの方がやりやすいかな。じゃあまず鍋に、大さじ4杯の油を入れて、まずこの鍋で朝天唐辛子っていう四川の唐辛子ですね、香りのいい唐辛子と日本の高菜爪ですね、これを香りが出るまでちょっと炒めていきます。すぐ焦げるんで、ちょっとゆっくりじっくり炒める感じでいいと思います。ゆっくり炒めてってあげると少しぷくっと唐辛子が丸みを帯びてくるんで、そしたらもう唐辛子取り出してください。1回でこの中に、分量の薬味たちですね。まずこれがニンニク、すりおろしニンニクですね。チューブニンニクとかでも全然大丈夫だと思います。で生姜、ネギもね、これ全部入れていってしまっていいと思います。四川豆板醤ですね。ここら辺もスーパーに売ってますしね、今は。でこれをしっかりと香りが出るまで炒めていってあげます。で炒まったら調味料を入れていきます。まずこれ紹興酒、で、中華スープですね。これでここに先ほど作っておいてあった魚介類のミンチ、でこれがちょっとあるかどうかわからないですけど、中国のたまり醤油、日本のたまり醤油と違って、塩味とかが、ちょっと抑えられてる、ほんまに色つけるような感じの醤油なんですけど、なかったらないでもいいと思います。でお醤油です。で塩と、少し味の素で、必ず僕は塩味のお料理でもお砂糖を入れますし、甘めのお料理でも塩は入れるので、正反対のものを少し入れてあげることによって味が締まったりとか、より丸みを帯びたりとかするんで、必ず入れてあげた方がちょっと美味しくなるかなと思いますね。
でさっき炒めた唐辛子とこの豆腐これだけでプルンとしてくれるんでまあ水分切ってで2、3分ぐらいこうちょっとゆっくりと煮込んでいってあげます。で、煮込み終わってここからとろみをつけていきます。大体大さじ1杯って片栗粉を言うんですけど、これはもう完全に大体の分量ですね。粉とお水が同分量で大体大さじ1杯ぐらい、中に入るものにも若干こう変わってくるんで、ゆっくり1回で決めないでゆっくり2回ぐらいに分けてとろみつけてあげた方が安全かなと思います。しっかりとろみがついたところで先ほどさっと湯がいてあった、タラの白子です。これ入れていきます。ここからはちょっと強火でがっつりとこれが化粧油って呼ばれるものですね。ちょっとだけ入れて、浮かしていきます。入り焼いていく感じですね。しっかりと入れ焼いてあげてでこれ自家製のラー油です。ラー油で少し山椒の香りを足すんで山椒油でもうこれが香りが立てば完成という感じですね。あとお皿に盛り付けていきます。で最後にこう白百合の飾りみじん切りを上からかけてあげて完成です。では早速いただきます。いただきます。美味しいですね。ありがとうございます。何か辛さもすごい辛いんですけど、なんていうんですかね、魚介の最後に風味がすごいきますね。でもお肉とは全く違うような甘みとかうまみとか風味がね、あるんで。白子もポリポリですね。でもなんか言われないと魚介って気づかない方もいるかもしれない。そうですね。何にも言わんと出してたら普通の麻婆豆腐やと思って多分召し上がられますけど、これ実はこれお肉使ってなくて魚介類なんですだけど驚かれる方が多いですね。いやなんかでもやっぱり最後はすごい魚介の風味がくるので、本当になんか上品というか、はい、非常に美味しいです。ありがとうございます。ワインに合わせるような。で今日はありがとうございました。ありがとうございます。